ゲソイカ内臓出しました。内臓鋭いよね、歯が。口は鋭い。へそ終わった。口すごい切れるよね、これ。イカの骨。イカの骨。あ、サバンチェラ。やすくんによろしくってお母さん言ってたよ。本当？こちらこそって言っといて。今日の結果話してたの。そうそう、無事にさ、ほら体調崩してないか気になったからさ。ああ、お父さん大丈夫だったの？そうそう。で、大丈夫だって。お母さんもお父さんもまあ大丈夫だって。お兄ちゃんが車道中すんごいうるさかったって言ってさ。ずーっと喋ってたって言ってたよ。ずっと喋ってたって。で、帰りもずーっと喋ってたんで、よく喋れるね、あんなね。それすごいよね。2人で？
いや、お父さんがさ、あ、お父さんだっけ喋ってんの？そう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 、まあお母さんも喋ってるかもしれないけど、ほとんどお父さんが喋ってるじゃない。そのお兄ちゃんが言ってたんでしょ？そう、待ってる時もうずーっと喋っててもうちょっと静かにしてもらいたいとか言ってた。あれ、どうしたんだろうね。なんか、ずっと喋ってないから、あれ、反動年寄り特有のなのか、ほら、なんか、同じことずっと、なんか昔、そんなんじゃなかったと思うんだよね。あれ、まあ、確かに久しぶりだからいろいろ喋りたいっていうのはあると思うんだけど、なんか、あんなんじゃなかったと思うんだけどな。まあとにかくでもそれでお兄ちゃんがさ、ほら運転しながらだからさ、聞いてくれてたから、お父さんは上機嫌だったんだってほらそれに対してさ、反抗したりするとまた揉めるじゃん。だけど聞いてる分にはさ、気持ちよく話せるじゃん。それでだからなんか大丈夫だったみたい。なんか渋滞したんだって、結構行きも帰りもああ、ね。言ってたね。そうだから結構雪は。長旅だったんだけど、まあお母さんも車だったから結構昨日疲れちゃったらしいの。それでもまあ帰りベイブリッジの方通って帰ってきて、あ景色も見れて。あ、ベイブリッジ通ったね。そうそうそう、あ、よかったね。でお兄ちゃんはまあ忙しいからっつってまたすぐに休憩して戻ったんだって、家に、自分家。ああ、そうだね。ででも一仕事で。連絡着だった。そうそう、お兄ちゃんのおかげでまあ無事に行って帰ってこれた。まあみんな見れたからよかったよね。そうそうそう、結局ね、木曜日行ってたら炎天下、やっぱ電車で2人で来てもね大変だったし、みんなも集まれなかったから、まあ今日でよかったかなって思うよね、結果的には。まあ佐藤さんもよかったんじゃない？横浜まで迎えに行かなくて。佐藤さんね、日の間でも行かなきゃいけなかったからね。佐藤さんが一番大変やったよ。時間もない中、もうハラハラしながら重要事項説明聞いてたんじゃない？まあでもいつ終わるんだろうって。佐藤さんは結構肝が座ってる感じだから大丈夫じゃん。まあ5時過ぎって言ってたからね、約束は。そうそう、まあそんな10分20分遅れたところで。まあ売り主は売れればいいから、別に今日中に持ってきてもらえれば。そうそう、自宅で待ってるわけだからさ。ただまあ約束は約束だからって思うけど。それは娘さんが待ってる。そうそうそう。まあなのか、それかわかんない。その不動産屋なのかちょっとよくわかんない。まあ不動産屋さんも同席はするだろうけど、まあ向こうも重要事項説明しないといけないから。佐藤さんはお仕事だし慣れてるし大丈夫だと思うけど、まあ若いし元気だからね。やっぱほらお年寄りの人は何がほらあれまた具合悪くなったりするからね。まあでも佐藤さんが宅建士じゃなかったっていうのはちょっと軽くショックを受けてます。なんか優秀そうなのに。まあ絶対取らないといけないからね。まだ若いから全然。いやでも新入社員で大体取らされるよ。不動産屋さんは。うちだってそうだもん。だってだいぶ安く遅れてんじゃん。俺はそもそも宅建士じゃない。みんな取ってるよ。不動産屋さんはみんな取らないといけないよ。そうなの？そうだよ。平社員でも？そうだよ。平社員から取らないと。難しいな、着るのが。
長がないと無理だな。まあでも最後お父さんに頼むなって言われたからよかったよ。何？最後にお父さん言ってたじゃん。どういう意味？それは安くよろしくねって意味だよ。まあ建設会社を前面に押し出して、そう安くんのね職業あなをね、もう前面に押し出して頑張ってってそう言われたから分かりましたって。よろしく頼むなって言うでしょ。そうよかったよ、託されたから。あ、そうよかった。よかったよ。あ、よかったよ。
スルメか。できたの。01週がよいしょ。お兄ちゃんにもお礼入れた人。うん。ドライバーが一番大変だったんじゃないの？そうだよね。反応から来て、昨日の夜入って、そう。今日の朝から連れて出してもらって、また反応に変えるからね。確かに大変だ。一番大変だ。脇でずーっと喋ってるでしょ。ずっと聞いてたんだろうから。ずっと聞いて大変だ。大変だ。おかげでお父さんは上機嫌。機嫌が良かったからよかった。よかった。喧嘩とかしだしたら本当困るからね、そういうことで。
始まってんの？まだ。もう始める。お兄ちゃんにあそこのコーヒー買ってあげよう。この間お土産持ってった美味しかったってさ。コーヒー？そう。ボックスに入ってるコーヒー屋さん。ああ。サワイコーヒーとか。そう。よっしゃ。できたよ。
markets into perspective. I'm trying to fold an economic theory here with what we've got based on data. The focus is going to be on the data, the manufacturing data. How the market responds will be really interesting. Timely conversations. Part of getting out of this hole is big fiscal. Keeping you up to date on trends. When do you take this thing off? So you put it on to take it back off. Wake up with John Keane, Jonathan Farrell, and Lisa Abramowitz. Weekday mornings on Bloomberg Television. With your green free. The EU is planning a first-of-its-kind border levy to combat climate change. It plans to slap duties on imports of steel, cement, and aluminum from countries with lower environmental standards. The levy will be based on the carbon costs that domestic producers already face. The G7 is moving to target environmental crimes. The move is about cracking down on existing offenses rather than making new laws. It wants companies to better disclose their impact on the climate, but it falls short of the UK's ambition for mandatory reporting on climate risks. Final details will be ironed out at the upcoming COP26. The western U.S. is facing its worst drought in decades. It's off the charts if anything reported in the 20-year history of the U.S. drought monitor. Farmers, cities, and power suppliers are scrambling for access to water. It's also raising the risk of wildfires. And making tires for an electric vehicle is a ruthless exercise in compromise. Too much stick, and the car won't travel as far on a charge. Too little, and it will silently slide off the road. But tire maker Michelin says it has found the perfect balance after 30 years tinkering with its recipe. Adding 7% additional range for EVs fitting the tire. Next, they will make them fully recyclable. And that's your green fruit. Thanks, Jen. Well, air pollution in cities is a problem as old as cities themselves. The World Health Organization says that 9 out of 10 people breathe air that exceeds safe levels of pollutants. In fact, the WHO estimates that air pollution kills 7 million people worldwide every year. A first step in tackling this problem will be accurately measuring harmful emissions so that solutions can be effectively targeted. One startup offering the hardware to do so is Breeze Technologies, whose pollution-saving boxes were recently shortlisted for the 2021 Future Hamburg Award. Joining me now is the founder and CEO of the company, Robert Heineken. Robert, first frame to me why air quality is so important. If you look at today's metropolises, they just have very few data points where they actually measure how air quality is actually developing over time. And we are aiming to change that. So we want to give cities, municipalities, the government more data into their heads to accurately understand where air pollution actually comes from, how this disperses over the city, and also what can be done. But even if policymakers are armed with that data, how do you convince them to act? That's actually one of the biggest challenges. So many cities actually are not so interested in gathering more data because simply by just somehow achieve problems. NASA, space agencies are both launching new satellite missions that are going to uncover these challenges any evidence that cause. So カッパみたいなやつだからね。原型がわかんないから。横こんなになってたから。それはないやろ。見たかったんだけど。2ブロックでもないし。これ何なの？本当にあいつ下手くそなんだよ。いやおかしいってあれ俺リップつけたから今朝戻ってくるならすぐ
So let's talk 横 about べっ some た of り those したから solutions then. Let's take だから浮いてなかったけど、when I'm 浮いてたの？浮いてたよそもそも。 very early on that after the easy grade started to close down the road. あれよEasy big. 浜田のカツラみたいなやつ。松本なんで見せてくんなかったの？なんかよくカツラかぶるじゃん。浜田が。あんな感じよ。見たかったのにもう。タラちゃん直しちゃうから。こんな感じ。わかめみたいな。この辺でこう。 In the port, for instance, they are trying to maintain the cruise ships and cargo vessels that are い down や there. その人に当たっちゃダメなんじゃん。 The land side, 多分 instead ね、 of having them run 刈り上げもできないし、 this, of course, ツ also ブロックもできないんじゃないかなっていう。 emissions that are being caused. So we really need to look at where pollution comes from locally in the neighborhood. 女の子の髪しか多分扱ってないから、そんな特殊なことしないじゃん、女の人って。なんか前髪揃えたり、なんかちょっといや、毛先をするたりとか。 でも単発のが難しいからね。 I mean, I think it's going to be a ongoing journey. And of course, many of the technologies that we need to そ get の人に当たらないこともあるの。 clean and fresh air, also according to WHO standards, その人に当たらない。 I think electric って mobility いうか多分俺のことが嫌なんだと思うんだよ。 technologies to enable 嫌だ us った to んだ do ろうと that. 思うから、 But 若い子に俺を振ってたの多分。 more で public もそっちの方がマシなんだよ、 public transport more 技 attractive. 術が。 And also looking at, for instance, last mile delivery and how to で solve きない that か分 issue からんけど。で without having polluting vehicles and transportation in our も cities. 今日は朝早くてさ、若い子も来てなかったか Are ら there other 仕方な areas く俺 in which air quality data can help mitigate issues? Well, the climate change issue, of 本当 course. 下手の極 So a み。 lot of the air pollutants that we are tracking, like for 変えた instance, 方がいいんじゃない ozone, also particulate matter, 床屋さんに行った方がいいんじゃないの？じゃあメンズが得意な。空いてないんだもんだって。そういう So と if we tackle the air quality issue in our cities, then at the same time, with the same budget that is being spent on that, we're actually also ずいぶん far 前から on our 取 way れば。 to solving the climate issue. All right, Robert Heineke, founder and CEO of Breeze Technologies, thank you so そうだ、 much. お湯食べなきゃ。 Coming up, what's the technology with the fastest growing appetite for electricity? It's not cars, it's air conditioning. We look next at the companies trying to cool buildings without heating the planet. This is Bloomberg Green.うまい。 It's such an interesting new world. The world is changing. For us, it's not about being first, it's about being the best. Well, everyone is zigging and zagging. We feel like we can maybe help people out more. We have an enormous number of big ideas. Crypto is a nuanced issue, and it's possible the U.S. gets crypto wrong. From Bloomberg's headquarters in New York, I'm Caitlin Lyons, and this is Bloomberg Green. Heat waves kill more than any other extreme weather event. More than tornadoes, hurricanes, and even floods. And the urban heat island effect means that city dwellers are most at risk. 硬くなっちゃうか How do we ら combat 入れ that? たくないの。 Air conditioners.
But in this instance, the solution is just creating another problem. If things stay as they are, air conditioning will use as much electricity by 2050 as the entirety of India and China today. So we took a look at how scientists from across the globe are harnessing natural phenomena to drastically redesign this century-old technology. Today's air conditioning and refrigeration systems essentially follow the same principles that have been around for about 100 years. If we continue along today's path, then that sets us up for a future where air conditioning may actually become one of our single largest source of greenhouse gas emissions later this century. Air conditioners have become an inescapable part of our cities. They operate thanks to refrigerants, chemicals which, when released into the atmosphere, are potent greenhouse gases. AC units also require huge amounts of energy. The US uses more electricity for cooling than Africa does for everything. As it becomes affordable for millions more people, the problems that come with AC will only get worse. Which is why scientists around the world are searching for solutions. Here at the National University of Singapore, Professor Chua and his team are completely rethinking air conditioning. We need a quantum leap in air conditioning to save energy, secondly to save our environment. What we have in the lab is next generation of air conditioners where it's extremely environmentally friendly, less energy intensive, it doesn't eject into the environment and doesn't need the chemical refrigerant. It's a water-based air conditioning. It requires only 1 liter of water to operate for 20 hours, and you can use rainwater to power up the system. But there's a limitation. The air needs to be dry before you can carry out this process in an efficient way. And that's why there are two separate stages in this AC. First, it dries the air using membranes that filter the moisture. Then the water inside the unit evaporates, taking heat with it. It's close to what most of us experience every day, sweating. The system uses 30% less energy than a traditional air conditioner, and is also expected to be 30% cheaper. Crucially, it uses no refrigerants. And although it's not available yet, the government is backing this project, betting that soon it could be a breath of fresh air for Singapore and beyond. Across the other side of the world, one startup in California is looking towards outer space to revolutionize cooling. And they're about to test their breakthrough in the field. Right now, if we measure the temperature of our surface, it's around 48 degrees Fahrenheit, and the air temperature is 60 Fahrenheit. We're not evaporating water, and we're not using any electricity. You can see we're in the middle of a field, and it is just a thin film coating that enables this cooling effect, and it does this 24 hours a day, 7 days a week. Skycool Systems is commercializing a technology that harnesses the cold of the sky and space to enable electricity-free cooling, as implausible as that may sound at first glance. The way it works is it takes advantage of a natural phenomenon that allows a surface that's looking up to the sky to essentially send out some of its heat. Nearly everything on Earth gives off heat in the form of infrared radiation. Skycool's panels act like high-tech mirrors, reflecting some of that heat out to the cold expanse of space, allowing its surface to dip below the temperature of the surrounding air. Skycool's multi-layered film means that it's now possible to achieve even during the day. The panels could be added on to today's cooling systems, reducing their energy use by as much as 20%. The energy used for cooling is expected to grow 6-fold by the year 2050. And it's primarily going to be driven in warmer countries where air conditioning use is not prevalent today. What excites us about our technology is that it represents a unique and completely different way of handling the cooling problem by taking use of a resource that's always been there, the fact that space is cold. It's almost like this has been literally over our heads for centuries, millennia, but it's something we've not been able to use as a technology. With the demand for air conditioning skyrocketing, using water and the cold of outer space may turn out to be the best bet we have for our warming cities. So
Between fixing the problems of heat, water, and pollution, cities have a lot to do to adapt. But as well as facing the greatest problems, our urban environments could also be our best hope for surviving climate change. Let's bring in our green reporter, Laura Mian, in Madrid to talk further about these solutions. Laura, as we've seen, cities consume 2/3 of the global energy supply. So aren't they the source of the problem rather than the solution? Well, yes, they are, but mainly because we are the source of the problem. Emissions by humans are what's making the planet warmer. Through our research, we have found that cities warm more and faster than rural areas, and we feel sea level rise more than areas that are not urbanized. But cities can also be part of the solution, just because so many human beings live in them. So many changes through history have come from cities, and so much money is invested in cities, and from cities, can be part of the solution as well. So if cities want to reduce carbon emissions, what are some of the most popular solutions? What we're seeing is lots of measures being implemented across the world. At the moment, one of the most popular ones is called the 15-minute city, which is this concept that started in Paris but has spread almost all over the world, where local authorities are trying to make cities more friendly to people, reduce traffic, reduce pollution, increase the number of green areas, encourage people to walk more. All of these things reduce emissions and reduce the city's impact on the environment. But Laura, the cities with the biggest carbon footprint aren't Paris or Barcelona. They're in emerging markets. How do we decarbonize those? That's the second challenge, or that's a big challenge. So cities in emerging markets are huge. Their impact, therefore, is huge as well. And usually local authorities and even the states themselves don't have as many resources to tackle these issues as a big city in Europe or the US might have. And yet we are seeing, and through a Bloomberg Green investigation, we saw how many of cities in Latin America, in Africa, and in Asia are implementing very innovative measures to address climate change. So in a big city, it's not enough to implement 15-minute city measures like making streets friendly for pedestrians. But we have seen cities like Bogota, the capital of Colombia, trying to implement a massive overhaul of their public transport system. It's right now one of the world's biggest rapid bus transit systems in the world. This means that instead of building very expensive metro lines, for example, they use buses that go through special lanes. The city is now, this system is working now, and the city is now trying to make it electric to reduce the impact of these buses on air pollution and on emissions, for example. If you're tight on resources, it's best to be efficient. So what does the research tell us about the most efficient ways that cities can go green? That's right. So a recent report told us something quite interesting, actually. Many cities are not spending the money where that money is better spent. Sometimes it's because cities can only focus in one thing when they should be focusing maybe on 4 or 5. Other times it's because these measures are not the most attractive or the most popular ones with citizens. But for example, we know that research tells us that the most efficient way of spending money to address climate issues in cities is to address building efficiency, make buildings more efficient so they leak less heat, they need less energy to be heated or cooled. Also, public transport measures, waste, and green areas are some of the fields where the money can be well spent. Thanks very much to our Bloomberg Green reporter in Madrid, Laura Mian. That's it for this week's edition on the future of cities, but keep the conversation going. Follow us on Twitter @Climate. I'm Kaylee Lyons. This is Bloomberg Green.
Every Friday with 30 minutes dedicated to fixed income, I'm Jonathan Ferro. This is Bloomberg Global Yield. I'm Eric Schatzker, and welcome to Bloomberg's Front Row. Today I'm talking to Josh Friedman, the co-founder and co-CEO of Canyon Partners. Josh was a hedge fund pioneer in the early 1990s, and today his firm oversees $27 billion. Distressed debt situations, Lehman Brothers, Caesars, and Puerto Rico have produced some of Canyon's biggest wins. But thanks to trillions in central bank stimulus, there isn't much distress anymore. Josh says it's just a matter of time. You've got big portions of the equity markets that are in business just to make acquisitions. That's what private equity firms of business is, making acquisitions and then selling companies. SPACs, they go out of business if they don't make acquisitions. And when people make acquisitions and they use debt to make acquisitions, there will be mistakes. Josh has seen cycles come and cycles go. We discuss how to play the economic recovery, jiu-jitsu tactics in credit markets, the amazing legacy of Michael Milken's Drexel, why Josh is leaving California and moving to Texas. Here's my conversation with Josh Friedman. Josh, here we are in the early days of the other side of the pandemic. How does the world look through the eyes of a credit investor? Well, the world looks dramatically different from the way it looked, obviously, at the bottom back in March of last year, helped by a naturally improving economy. This was not an economy that was headed for recession. It was an economy that was very strong, got hit by an outside meteor, and now we see the prospect of even more forceful intervention, all of which has driven a lot of capital to be chasing risk-oriented assets, rates to remain extraordinarily low, and therefore people to do the same kinds of very aggressive things that they always do in those types of markets when there's a shortage of yield out there. There is so much liquidity and so much undisciplined money bidding up everything in public markets and private markets too. How does a prudent investor compete? For us, we're not an enormous firm. We're around 27 billion in assets. We're not of the same scale of some of the super gigantic asset gathering firms. So it gives us a little bit of a luxury to try to be a little more nimble and try to find value-added niches, but still things that are large. As I look at the markets today, I think some of the most important characteristics are that there's been a frenzy of acquisition activity, driven in part by these low interest rates. So you have private equity in a dominant presence in the market, venture capital, dominant presence in the market, SPACs, which are facilitating public offerings, etc. So you're in a transaction-rich environment, one in which many of the participants, unlike say 30 years earlier, are in business with the sole goal of buying and selling companies. And when they're doing this in a hasty way and they're using aggressive lenders who are dying to give them money, there are always two kinds of opportunities in the market that exist. One is at the point where those acquisitions take place. People need capital, and that's not always an efficient process. It's not always a neat process. But it is a process where sometimes there's a lot better risk return than simply buying commodity high yield product, if you will. The other thing that happens when you get in an aggressive market is people make mistakes, but it takes time for those mistakes to be apparent in the market. So you have to be patient, and you have to wait for those mistakes to happen, and that's what creates all of the stress and distress and other things. Is this a recovery you play like any other recovery, or is this one different? We saw huge outflows right after COVID. We saw the market seize up, and everything was cheap. Now we're in a market where generally people are comfortable. They feel like the economy's coming back, unemployment is low, so everyone's trying to put money out, but in a world of very, very low rates. But what's a little different this time, in my view, and it'll take a while for it to play out, is just the magnitude of the government's programs, both Treasury and Fed, in stimulating an economy that already is on the uptick. So it's pro-cyclical. Credit, as at least I understood it, was always about the fundamentals, right? Analyzing the prospects for payback and then making a judgment.
if the price implied a good or perhaps just a good enough return. Not unlike value investing, you might say. Do fundamentals matter any longer, at least right now, in this era of limitless monetary stimulus? It's interesting, that applies in equities, in debt, in a variety of different asset classes. You used to see leveraged buyouts where a lot of the value is created by manipulating the balance sheet. And then you see more activity on the left side of the balance sheet, value creation, create credits with integrity and equities with integrity. And now you see one of the most rewarded strategies is super quick response, limited due diligence, no management interference whatsoever, pile into tech investments. And it's been very well rewarded in this kind of a market. And you say, well, maybe due diligence doesn't matter. Maybe understanding the management, having a relationship with them, and having the leverage to pull, maybe those don't matter anymore. I think all those things still matter. And I think they will, and we go through these types of periods in the market. Credit, I think it absolutely matters that you underwrite situations where you're likely to get paid back. Or alternatively, you're involved in distressed situations where you're likely to get securities that are worth a whole lot more than their entry price that you paid for them. And I think those opportunities are still out there. They're just harder to find. They were very easy to find 9 months ago. They're much harder to find today. And we'll go through those types of ebbs and flows. The problem is the kind of mentality where people say, I just have to put money to work. I have to get some yield on my money somewhere. Produces mistakes. Sure, but can't you just play the greater fool theory? Even if it's expensive, buy now, knowing that somebody is going to want to pay more for it and trade out of it later? No, I think that's a very bad way to be doing credit investing. I think there are fundamentals with respect to credit that don't necessarily exist in the same fashion with equities. But remember, equities and debt are all part of a continuum of pricing, and they're very much related to each other. If you hold rates artificially low long enough, people will be forced down on the risk curve. It's exactly what the people in the government would like us to be doing. They're deliberately trying to make us feel comfortable with credit. When you worked for Michael Milken at Drexel, it took a certain skill set to succeed in credit. What's the skill set required today, and how does it compare? What we try to do, and maybe we're not completely unique in this, but we try to find situations that are of great complexity that just aren't so accessible by everyone out there. That in and of itself is a little bit of a competitive barrier, insofar as there are any barriers at all in our industry. So we try to buy things that are highly complex. Maybe it's just at the point of an acquisition and a sponsor needs something special, and you can get something from that relationship and get essentially paid for your money, but not just for risk, but for solving a problem. Or you're involved in a stress situation or a distress situation where you can do a very high value added amount of work understanding your rights relative to others' rights, and then also create maybe some value through the negotiation process, and also understanding the business itself in great detail. So I think that even back then, those basic factors were critical. Given that speed seems to be the cardinal advantage to those willing to make equity investments, is it similarly the cardinal advantage, the key skill you need as a credit investor to be able to analyze quickly and be nimble in your capacity to commit debt capital? Not always, interestingly. If you take a look at some of the larger bankruptcies that have taken place historically, like, say, Puerto Rico or PG&E, or if you go before that to Lehman Brothers, you could have been very, very late and still made an awful lot of money for an awfully long time. Or Caesars, the more recent one, where we were the largest creditor, but we didn't buy everything all at once. And there's a changing dynamic that goes on with these processes, and if there are multiple opportunities to enter and different debt securities and different levels and different collateral and so forth, that gives you places to enter. But I don't think it always requires as much speed as you might think. There is a part of the market that does require speed. Private equity companies are competing to buy things. SPACs are competing with each other to buy things. And in those situations, certainty of closure and speed is critical. Some of those won't be such great acquisitions. Some will be terrific acquisitions. But part of the game, because it's so competitive, is the speed becomes a big factor. Stressed and distressed debt
has become an arena for open warfare among creditors. There are all manner of jiu-jitsu-like maneuvers, right, to shift collateral, to gain documents, to create new tiers of seniority. Is that simply the new reality, and Canyon has to use whatever tactics are necessary to be competitive in that arena? Or are there lines that you won't cross? Well, there are lines we won't cross. You have to be smart, you have to be sophisticated, you have to protect yourself, particularly if you're already involved in a situation. You have to be careful not just about the debtor who's opposite the table from you, but you have to be careful about the other creditors who are sitting next to you, who you think are similarly positioned, but in this day and age are being much, much more aggressive about doing things that might benefit themselves, even though they own the same security that you own, and to your detriment. So you require that level of sophistication, but we're not a do anything to anybody shop. I think that when I grew up in the business, I remember that people used to quote Gus Levy at Goldman Sachs, which is where I started my career, as saying you have to be long-term greedy, not short-term greedy. I think that some of the short-termism really comes back to bite people. We have to be trusted in the marketplace. We have to be trusted by issuers, we have to be trusted by sponsors, we have to be trusted by management teams, and we have to be trusted by other creditors. And different firms draw the line in different places. But we have to be trusted, so we have to behave in a certain way and take a slightly longer term point of view than maybe everyone else takes. I love the idea of behaving, conducting oneself in such a way that you earn the trust of your counterparties, you earn the trust of issuers, you earn the trust of the market. But there are people who are behaving in a fashion that doesn't earn any trust. If anything, it violates the trust, and they aren't being punished for it. I mean, those might not be the first people that one invites into a deal. If you're involved in something proprietary that has great risk return, you call people you trust, and you get called by people you trust. So I think the market has a way of working these things out. I think regulators have a way of working these things out. I think courts have a way of working things out. I think it's just part of the give and take. You have to be much, much more aware of this, though, and much more sophisticated and much more cynical today than perhaps you had to be a decade ago. What are some of the things you won't do? We try not to do things where you're similarly situated with everybody and you cut some private deal and then keep it secret and elevate it. We'd rather Up-tiering. Yeah, I mean, it's one thing if there's a group forming and something's happened, you have to make sure you're part of that group and so forth. But it's not really the way the game's supposed to be played. Canyon has made its biggest profits on distressed situations. Lehman Brothers, Caesars, Puerto Rico, and it's impossible not to have noticed the lack of distressed debt during the pandemic. People have asked, and I'll ask you the same question, is the age of distress over? No, distress will come back. It always does. Because this type of environment is exactly what creates mistakes. You're seeing acquisition, as I said, you've got big portions of the equity markets that are in business just to make acquisitions. That's what private equity firms' business is, making acquisitions and then selling companies. SPACs, they go out of business if they don't make acquisitions. And when people make acquisitions and they use debt to make acquisitions, there will be mistakes. I think finding the most interesting opportunities is difficult, but look in the real estate business. You know, CBL is a secondary mall operator that's a fairly recent and significant position we have because of the disintermediation of retail because of the internet. E-malls are in trouble, but that doesn't mean that all the real estate is bad. Some of it's quite well located and has alternative uses. If you look at retail, you look at multifamily is a protected class that's doing well. Industrial is doing well, but if you look at office, we're sitting in a building today that's probably 20% occupied at the moment in terms of people actually showing up to the office. We'll see how many people show up a year from now. A lot of people have gotten used to working, at least in part, from home. And so it's caused companies to rethink their space needs. And even a 5% adjustment can cause real issues. Hospitality is another area. We're clearly going to see permanent closure of a lot of hotels.
and that will have effects on that business. It's fair to say, Josh, that Canyon had something of an awful start to the pandemic, and then it roared back. What happened? Well, two things. We made some mistakes. Certainly, there was one sub-asset class in particular in the distressed oil rig area that the displacement of supply versus demand, when demand vaporized, really caused a lot of companies to restructure that might have made it through in a more normal trajectory, even in a difficult trajectory. But a couple of things happened. One is we just held on to the vast majority of the things that we had in our portfolio that got priced down and they got priced back up. As I said, at the end of the day, if you get paid off, you get paid off. So somebody might choose to market at a low price. You can't necessarily buy it there, nor can you necessarily sell it. This is the challenge of liquidity in markets that get so disrupted. But that causes write-downs, and that's painful. But those have, virtually every single one of those has roared back and then some. A lot of transactions that were potentially looked like they might go off track came back on track and then did really well. We talked about the distressed situation in Caesars, the post-bankrupt equity which we got for our debt in Caesars plummeted. Of course, Caesars went overnight from being 99% occupied with record backlogs of conventions to being closed. And then they were supposed to merge with El Dorado. Of course, came back. The merger eventually happened, and the stock is over 100 today. After being in the single digits. After being in the single digits. We're out of that transaction now, I should say. But the point is that with debt securities, you could simply hold them. If you got the credit right, you were fine. It was just mark to market. With equity securities or post-bankrupt equity securities or whatever, it's a little different game. The other thing that happened is there were a lot of interesting opportunities to fill any available liquidity in the portfolio could be deployed in a lot of things that were pretty clear and pretty straightforward. First, there were IG bonds that had been downgraded, or at least had traded down, not necessarily downgraded, pardon me, with everything from Ford to Boeing to others. Then there were high yield bonds that almost anything was offered at a number where the price offered a great risk return. And then there were existing distressed positions that just sort of flopped around. There was a chance to incrementalize those positions. So really, it was a quick window because the Fed came in so forcefully and the markets responded so quickly. But there was an opportunity almost in waves to take advantage of that. There's a raging debate over monetary and fiscal policy right now, the risks of inflation, the direction of rates, the strength of the dollar. Do you need a macro thesis to play successfully in credit to be able to anticipate when the day of reckoning is coming for those mistakes that are being made now? I think you need to at least be highly aware of what the risks are and then protect against a multiplicity of outcomes, as opposed to necessarily have strong conviction that one particular outcome is going to take place. It's very clear, and it has been very clear, that there is inflation in the economy today and that it's going to continue for a while. Demand recovers quickly, but supply chains don't recover immediately. So you see disequilibria all over the place, and you see that reflected in pricing. When you have such strong Fed Treasury policies to supplement people's incomes while they're sitting on the sidelines, they don't have an incentive to enter the workforce right away. I think we have to be cautious and protective of what we're doing for our clients. So generally, our portfolio has a relatively short duration and very outsized yields for that duration, but also more cash because it's harder to find those situations. So that's our way of being defensive in this type of an environment. Tell me a bit about the origins of your firm, how you and Mitch Julis became partners, and why you decided to start a hedge fund 31 years ago. So Mitch and I were at Drexel together. I had started at Goldman Sachs doing investment banking. He had started at Wachtell Lipton. He ended up doing distressed credit analysis at Drexel, which was really an exciting area. I ended up joining him out there on the other side of the floor doing capital markets, which was originating all the debt for leverage buyouts and so forth for the financial sponsors. And at the time, there was
if you did one deal every 3 months, that was a lot. And then by the time I left, it was sort of a deal a day. It was incredibly exciting, incredibly creative. But we were already struggling at the end of that time period at Drexel, trying to figure out, okay, what do we want to do next? I had always wanted to be an entrepreneur and have my own business. The reason I left Goldman Sachs is because when I was very young, my dad said you have to have your own business. And I figured if I'm going to learn how to have my own business, I don't have any money, well, Drexel's a good place to learn, and it's more exciting and entrepreneurial. I really didn't want to stay on the street forever. I wanted to be on the buy side. And so when Drexel vanished, Mitch and I immediately said, here's our chance. We kind of had two choices. It was mutual fund or hedge fund if you wanted to buy non-investment grade debt. And at the time, we were looking at the pricing of everything, and it was really low. Things were cheap, really, really cheap. This Drexel had been the biggest market maker, and they were gone. And meanwhile, the government was selling any holdings they had through there. They had foreclosed on all these, the RTC had foreclosed on all these savings and loans, many of whom owned high yield bonds. Those were being sold wholesale into the market at low prices. So we're thinking, how do we take advantage of this? These are some terrific credits at cheap prices. And we met with various people, and we decided that given the liquidity profile, particularly of the securities, which can be very liquid at some times and less liquid at others, mutual fund type model didn't match. Plus mutual fund was straight fee. Hedge funds were, fee plus carry. It just seemed like a better fit with the kind of complex investing that we were trying to do, particularly for the distressed side of the world. So that's how we started it, and we started it with, I think we had $17 million in the first close, and then it slowly climbed its way up. Needless to say, many of your Drexel colleagues also went on to do great things in finance. What is it about that short time working for Mike Milken that informed your thinking and so dramatically changed all your lives? Well, one of the things that I think Mike was best at was really unlocking creativity and teaching you really to listen to clients, to what they needed, to what they wanted, listening to people on not just the issuer side, the companies that needed capital, but also listening carefully to the market and having active, interactive discussions and being creative in a completely unbounded way. So every week, every month, there was a new kind of security we were inventing. I mean, CLOs were born there. I remember Mike inventing increasing rate notes because the banks had dropped out of a deal we were doing, and we said, oh my God, they need a bank. Where are we going to get a bank? And we said, oh, let's just issue some notes where the rate keeps going up every quarter forever until they take it out. And once the deal's done, the banks will come in. Banks wouldn't finance hostile deals so readily then. It was a hostile deal. So it was a very creative time. And so it's not surprising to me when you had really smart, really creative people who were being taught, hey, there's no limits to your creativity, and you've got new financial instruments that we sort of knew more about at Drexel than others at other firms knew about. It's not surprising that a lot of people created really amazing firms in the aftermath of that first stage of our careers. Is there an optimal size for a credit manager? When you say credit manager, there's so many different types of credit managers. So our CLO business, for example, we try to grow it at a pace where we can continue to stay in a certain performance bracket. And if you grow it too quickly, you end up looking like the market generally for bank debt because you have to buy everything to fill all those vehicles. If you grow it too quickly, if you grow it deliberately, you can get to that same size. It might take a little longer, but you maintain a certain position in the market. Structured products is another area. Structured products, I believe we have infinite growth capacity compared to our current size in it. We've been much larger in the past when there was a distressed market. Now we've retooled that expertise in-house, and we use that in more of a mutual fund format. But the market is enormous, and we're a speck in the ocean there. And I think we can continue to be a very high value-added player in that product, a much bigger size than we are today. In other products, I'd say you have to be more limited if you're going to really add a lot of value because the product there's too much competition. What about the hedge fund? Your, call it evergreen hedge fund, has survived when so many others, King Street, Anchorage, GSO, Centerbridge, have either shrunken or effectively dissolved. How come? Part of it is that we do try to keep the size in a range where we can add value.
we make mistakes. When we make mistakes, we want to make sure our clients know it first, not last. We explain exactly how we plan to get out of those mistakes, and then we try to actually do that. It is a hard model. You have to have good returns because the fee structure is generally higher than it is in certain other types of formats. But I think that's I think as long as you keep the size in a certain range and don't grow it infinitely, you can continue to scale and be, markets have scale too. So in today's market, that range would be what? Right now, we tend to try to keep the hedge fund plus the managed accounts that are managed like that in the vicinity of, call it, 10 to 15 or $17 billion in that range. That includes some distressed drawdown vehicles as well. Right now, our investedness we're consciously lower than it has been historically, partly because we're being more cautious about the market tone generally. It seems like everything's a little tight. You and Mitch are moving to Texas, and you're taking a sizable part of the firm along with you. How come? I think back to the excitement that we had when we came to California, and a change of scenery sometimes is a great way to energize an organization. And Texas is clearly a very, very business-friendly state. California is a difficult state to run a business in, and particularly a business like ours. Between tax rates, the time of a commute, the cost of housing, the cost of schooling, cost of living generally. If you look at our next tier at our firm, there's no question that for them, it's not necessarily the optimal environment. And it's a different environment from a business point of view than it was when we started here in the mid-1980s. And I think what you're seeing is almost an acceleration in the number of people who've decided they'd like to be in that Texas office. And with that, we'll conclude our conversation. Thank you, Josh. Thank you. あれがやってないんだね。モンサテサタデーは。土曜日やるんだけど。株のつまんないね。あれ、立花さんいつコロナになったの？知らない。動画アップしてるのか？アップしてない。アップしてるんだろうけど。安くのには上がんない。もう全然上がってこない。見てないから。見てないというか。他のが占領してん全然上がってこない。他のが占領してんです。サポネッタが興味がない。訪れてきた。時事ネタも飽きるな。ファウチ疑惑は見たやつか。及川さん。見たやつか。見たよ。ファウちゃんもずっと何回も見てる。最近の及川さん、そこにあるのは何？サイト。あれね、ニコ生に。前半？後半は有料チャンネルあるんでしょ。ニコ生の新たに始めたやつでしょ。自己啓発とかって言ってたからもう宗教がかってくるんでしょうね。自己啓発幸福の科学だから。含めたってことでしょ。幸福の科学の宣伝チャンネルだからもう。サポネッタが勢いよく上がってきた。新作やろ。新作。ど
どんどん作ってるの。今ほら新しいシーズン、この間展示会やったの。だから商品ってほら秋冬春夏でこう展示会のほら発表なんだよ今が。あ、そう。でこの間展示会やったからドバップっていう時期、そういう時期なの。あ、そう。勢いがある。春夏秋冬で商品アップの時期がある。いいことだよ。まあ頑張ってるよ。お客さん全然来なかったって言ってたけど、展示会に。まあネットでみんな見てるからいいんだよ。まあ今まではね、地方の人が今現場にはなかなか来れないでしょ。来れない。まあネットとかいろいろで売り込めるからいいと思うけど。あれはショップチャンネルはどうだった？どうなってんの？いや、あれは別に、反響ないの？いや、反響っていうまあ、あったら出てくださいって話になる。またやるかやらないかは向こうが声かけてくれるかどうかみたいだからよくわかんない。それは反響っていう話でしょ。そうで、美穂さんもまたやりたいって言うのか言ってないのかよくわからないから、どっちが言い出すのかもちょっとよくわからない。知らない。テレビの反応はどうだった？知りません。なんでその怒ってるの？テレビの反応は忘れちゃった。でも売れたみたいだよ、そこそこ在庫は。ただ価格帯がやっぱり2万超えとかだとショップチャンネルのお客さんには厳しいから、本当は1万円以下の商品がやっぱ勢いが売りやすいってアドバイスされて。そういうのはそう。でもそんな安くできませんっていう世界だから、美穂さんがやってる。そうだから合ってるか合ってないかっていうと価格帯は合ってないのよ、ショップチャンネルと。また日本の批判か。誰？これ見たような気がする。あ、そう。見てない。あるいは、なんだっけあの人。名前がどうする？富永愛。富永愛は好感度高い。誰から自分の中で。なんか世間的にそんな気もする。私もだけど。自分の中でしょ。自分の中でもそうだし、結構世間的にも上がってると思う。なんかまともな感じだよね。そういう人間性がなんか見えてきてる。進んでない。飲んでるから。こっちはメインだと。こっちのつまみだよ。そういう意味じゃ進みまくってる。あ、そう。お酒が進んでるの。酒も進んでるし、刺身が進んでる。ご飯は後だろう。刺身も半分ぐらいしか減ってないから。まあ結構量あったから。たくさんあったよ。イカも2杯あったし。そう。こっちもよく食べるなと思って。いつも安くなったら結構チェンジのコンサクションになります。イカ1杯とタイを1匹食べたようなもんだよ。とりあえず今。そうだけど、お風呂に
ほら30分入ってきてるから時間あるのに関するホームページについて、いろいろと議論していけたらと思います。ホームページというプロジェクトは今年の3月30日にウェブサイトをローンチし、そこから始まったプロジェクトなんですけれども、ウェブサイトだけではなく、紙面もありますし、Vogueの活動全体の中で、新しい世の中、新しい未来をみんなで考えていきましょうという、プロジェクトとして立ち上がりました。本当にそのVogueチェンジっていうのはポジティブなテーマだと思っているので、いろいろ本当に毎日変わる技術であり、そして重要な、記事を読んでますけれども、やっぱりこう普段私たちが生きている中で気がつかなかったこと、なんとなく気にしてたけど知らなかったこととか、やっぱりそういった重要なコンテンツがいっぱい詰まってると思うので、非常に面白いというか、人生観の変わったりとか、大豊かな、いろんな意味を含めて、チェンジが素晴らしいかということです。というわけで、早速、いろいろとお話を伺っていきたいなと思うんですけれど、まずVogueチェンジで、制作している記事の中でも特に、読者から反響が高いのがセクシュアリティだとかジェンダーをテーマにした記事なんですね。例えば70年代に、第2波フェミニズムというのがすごく盛り上がっていたんですけれど、それによって、そういう女性を取り巻く環境っていうのがどういうふうにより良くなっていったのかっていうのを紹介する記事があって、それは例えば、ピルを合法化したとか、あるいは人工妊娠中絶を、合法化したりとか、あるいは離婚の時にノーフォールトディボースって言って明らかな責任がなくても、離婚できるように70年代になったりとか、あるいは性暴力を取り巻く DI っていうのがある一人の女性が立ち上げた DIY レイプキット、性被害に遭った人たちが自分で証拠を採取して訴える訴えないとは別にして、それがあることによりエンパワーされるというかっていうような会社立ち上げた人の話を紹介したりとか、あと、すごく生理をテーマにした記事でありまして、イギリスの生理用品の、企業が作っている子宮の物語っていうものがありまして、それをこう紹介した記事というのもものすごく反響が高かったので、いかにその女性を取り巻く性というテーマに対して今まであまり社会で話されてこなかったが、もっと話したいという女性がいるんだなというのがすごく分かったんですけれど、日本は特に文化的な側面で見ると、やっぱりそういった会話、話題を控える文化だと思いますね。でやっぱりそれは美意識として私たちがずっと培ってきたものだと思うので、あえて私はそこを否定はしません。だけれども、そういったやっぱり性にまつわること、性にまつわることのやっぱりポジティブな面ばかりではない、やっぱり辛い経験をしたりとか、生理とっても本当にいろんなタイプがあるんですね。だからそういったことを気軽に相談できたりとか、誰かと会話ができる場所があるっていうことはすごく重要だと思いますね。日本の場合、やはりあんまり会話の中で大っぴらに話題にはならないとか、女性も生理の話だったりとか、いろいろ性にまつわることは隠しておく、あんまり口外しないっていうことが女性らしく思われたり、なんかそういう先入観みたいなことにちょっととらわれすぎちゃっていると、自分自身を縛ることになる。なんか辛いことがあってもそれを我慢しなくちゃいけないことというふうにあらかじめ刷り込まれて思ってしまうっていうことがやはり問題なのかなと思うので、問題かな。それが問題なの。状況になるっていうことは、自分自身が女性たちが自分の生き方や自分の感覚を自分で選択して生きるという上ではみんなそんなこと意識してないんだよ。のかなって思いますね。騒ぎ立てるんでしょ、こうやって。そうしないと話題にならない。商売にならないっていう動きがすごい盛り上がってたりとか、こういった会話をさらに本当腐
ソみたいなね、こういう定義する人たちっていうのは、例えば富永さんのような影響力を持っている女性金のためにとか、まあ、今後こんなふうにこう社会をより開いていくことができどうるんじゃないかいうふうにしか見えないアイデアがあるとしたらどういうことですか？若い子たちがそうやってその人を利用する性をそういうふうにするっていうこと自体もすごく本当に日本においてねポジティブなことだなと思います。割とやっぱりそれは欧米の方が進んでたりとかもする現状なので、でその中で私が思うのは問題じゃないのに問題を提起するっていう、やはりそうやって性のことを公にする、公表していく、話題にしていくっていうことをある意味できる人はできるんですよ。でもやっぱりできない人もいるっていうことを考えなきゃいけないなって思っていて、逆にそれがストレスになるようなことをしちゃいけないなって思うんですよ。だからした方がいいよした方がいいよっていうだけではなくって、やっぱりそういった意見を持っている人たちを尊重しながらやれる、非常に難しいと思うんですけど、やれる方法を考えていくべきだなって、やっぱりすごく繊細な問題だと思うので、それは非常に思いますね。さっきもちょっと言いましたけど、日本のものっていう認識に対してもそこはすごくリンクするところだと思うんですけど、だから私たちがやれるのは賢く美しくそれを問題にしていくことがいいんじゃないかなと思います。やはり最初抵抗があることもこれ見ていろんな情報やいろんな方々の話を聞くことで、あ、こういう考え方もあるんだ、ここにキュウリを乗っけてるっていう、自分自身が持っていた考えが広がって違う判断ができるようになるっていうこともこれは何やろって感じやな。そのきっかけ作りとこれいうのを私たちちょっと人間はこれ定価で買った人かわいそうだろう。本当に日々思ってるん980ですけど、円を誰かが半額で買ったから、出して一歩踏み出したことまあ980円でもまあしょうがねえかと思うけど、意見があるっていうこと自体これはないやろ。いいのこれはちょっと語り合っていくことでしょうがないの、合わなかったの。ちょっと待って、皆さんどう思いますこれ。上げ底とかいっぱいあるでしょ。このなんかその意味で言うと、私たちもこう日々記事作りをする中で自分の想像が届かないところまで想像してみようと思うんですけど、インターナショナルの方が作った記事で、生物学的には女性として生まれてくるのもプロは男性という方たちが、生理とどう向き合っていくかということを、こういうのを見るとで書いた記事がそれを読んだ時に、まあしょうがないよね、想像が出なかった。なんでそんな擁護してるびっくりしたし、確かにそうだよな。そういう人たちが例えば薬局に行って生理用品を買うときに、ファンシーな東京だから女性のために薬局で作られたであろう生理用品を手に取る。まあしんちゃんも使うからね。声優よりネタ店で出してるからね。付け出しを。そう、なんか値段寿司屋で出てるからね。大変だと。だからびっくりしたよ。ないなと思ってるだけ。同じものが出てたからスーパーにと思って。やっぱり一番でも美味しいっつって食べてたでしょ。私たちが持っている観念の中でどこが軸になってるかっていい教育を認める。私はジョイセフとかで皆さんとの問題に取り組んだりとかもしてるんですけど、やっぱり全ての寿司屋の大将が教育につくっていうところに近所の人多いからさ、やっぱりそういったこともやっぱりまあ私たちでは何もできないかもしれないけれども、やっぱり声をバレるよだって。スーパーの話してたんだもん。どこに買い物に行くって話じゃなくて、俺声優って言ったらしんちゃんは三平って言うから。三平安くていいよねって言うから。そういったことにつながって三平に行ったら。しんちゃんの店で出した出ていたそう付け出しがいいじゃん。売ってたっていう。あ、これや。今いろいろジェンダーの問題とか多様性とかネタは個性、自分自身の個性を記事で言われてるけれども、
にやられてきて育ってきたから、どこからどう自分の意識を変えていったらいいかっていうことを時々なんか困っちゃうって、やはり私たちがこういうことを語るときに次の世代の子供たち若者たちが大人になったときにもっと幅広く深くいろんなことを考えられるためにいろんな種をまかなくちゃいけないっていうのが私たちの役割であり、だからやっぱり新しい視点が必要な若い世代が新たな視点でなのに半額で買えるからさ、大きくしてウーバーを作るっていうのはすべてまずいんだよ、声優は。お惣菜系ね、あんまり美味しくないね。声優の惣菜のまずさはもう最悪。新型もうちょっと美味しくできると思うんだけどね。声優だからな、コスト最優先だから。利益率最優先だ。声優は。俺もあったから。それじゃね、左翼のなんか見えてない。本日のお客様をご紹介します。東京都立大学の教授を務められています社会学者宮台真司先生です。4月以来です。はい、鈴木です。こんにちは。よろしくお願いします。まだ緊急事態宣言中です。そうですね。まあ20日までは緊急事態宣言ですけど、国会は16日に終わってしまうという形で、この後どうなっていくのかなというふうに、なんかいろんなことでテレビのニュースなんか見てると、いろんなことで外堀があちこちなんか埋められてるような感じもしておりますが、宮田さんはいかがお考えですか？ダメッチさん、聖火ランナーおめでとうございます。はい、僕のゼミからもね、2人オリンピックボランティアで参加している人がいるんですよね。で、こういう場合どういう考えで、考え方なんだけど、どうせ誰か走るんだから、ね、でだったら自分が走って情報収集するっていうのが、僕がおすすめするやり方なんですよね。で、ダミスさんも走られて、そのオリンピック関係者の雰囲気分かっただろうし、僕もゼミの参加者からね、ボランティア参加者から、いろんな情報が絶えず入ってくるんで、非常に面白いです。おそらくね、2ついるんですよ。もうオリンピックが価値があるっていうふうに洗脳されている人。それが洗脳なの？もう一つは、政治的な決定がなされていない以上、つまりやめるっていうね、やるっていう前提でやるしかない、仕方ないっていう人とね、多数派少数派の違いがあるけれど、基本その2つしかないということですね。当たり前だ。そうだろうね。そうですね。頭おかしいんだよね。そんな絶対的に定義するとか、平和の祭典を素人でも定義する。そんなの分かるよ。西から北日を各地が回るみたいなのは通例だったじゃないですか。それをもうこうやってやったり、なんか当時のキスっていうのはあれ。当時キスみたいな。横にいる人に。線香花火でやるやつですね。線香花火から線香花火へみたいな。そうですね。タバコでもやります。やりますね。それはなんかこう形としてはどうなんですか？オリンピック聖火リレーっていうのは、ナチスが始めたことだからね。その意味で国威発揚に最も効果的だということで、実際に各地域が盛り上がるということはある。しかし、オリンピックを国威発揚に使う国、もっと言うとそのことに熱心な国っていうのは、おしなべて全部後進国なんですね。日本も1964年に東京五輪をした頃は、日本はまだやっぱり後進国だっていう意識が非常に強くあったんだけど、オリンピックの成功を機にね、日本はアジアの一員ではもはやない、西側先進国の一員だっていうふうにね、世論調査によると、国民意識が激変したんですよね。実はそういうふうに後進国の中にはある種の劣等感が
国民的に蔓延しているところで、オリンピックの成功でね、自分たちにも一人前だっていうような意識を差別用語だし、更新持たせたいみたいな政治的な判断が発展途上国って言わないといけないってなったんで、その意味で言うと、日本は後ろに進むようなこれほどね、オリンピックに固執しているってことは、もはや日本は後進国であるということを世界中に宣言していることになるんですね。どうしてもやらなきゃいけないんですって。頭の構造がおかしいんだね、考え方が。まあ日本はもはやそんなひねくれてんの。経済指標や社会指標から言うとね。なので、先進国の首脳たちの中では、本当にバカにされていることが間違いないんだけど、こういう人は。そういう日本が、もう後進国なんで、まあ少なくとも先進国ではないんでね、オリンピックに固執せざるを得ないっていう、そのかわいそうなとにかく政治的に体制を変えたいと思ってる人たちがね、それが楽しみでなりますよね。オリンピックをやめたい理由のだけですか、そういうふうに思われちゃう。気持ちが悪いんだよ、こういう。だって、G7 に限らず OECD 加盟国の経済指標が最も悪い、例えば25年間、ひたすら実質所得が下がり続けているっていうのは日本だけだし、先進国の高いところに比べて最低賃金が半分。で、韓国と比べてもそうですよ、最低賃金が半分。すでに平均所得も、まあ、平均賃金のことだけど、韓国に抜かれているっていうね、イタリアにも抜かれているんだけれど、もうその意味では、経済的にも社会的にも、まあ、社会的って言えば孤独死、まあ、大体、まあ、4、5人に1人は在宅死のうち、そのぐらいが死んでるんです、孤独死でね。そういうのも日本だけでしょ。でもその意味でもう終わってるんですけど、いつからそんなことになっちゃったんでしたっけ？1997年からですね、経済指標の低下はね。で、それどういうタイミングだったかっていうと、91年に、まあ、最終的に東西冷戦が終わったでしょ。で、その後5年間の平和の配当という時代があったんだけど、その後ですね、急速にグローバル化が進んだんですね。で、それはインターネットを背景にして、いろんな仕事をアウトソーシング、例えばIT だったらね、エンジニアリングというか、プログラミングの仕事を英語圏だったらもうどんどんインドに発注しちゃうわけ。そうすると、95年から2005年までの10年間でアメリカの IT エンジニアの年収って半分になっちゃったんですね。で、そういうふうにして、まあ、要するに大きな会社が、ね、儲けを上げるために、固定費、つまり土地のお金、あと税金、あと賃金ですね。で、これを低く抑える必要があるということで、工場や本社をどんどん海外に移転するし、移転しなくても、今言ったように労働力のかなりはね、インターネットを通じて外に移転できる。そうすると、従来の、まあ、賃金に比べると、半分とか3分の1でね、働かせることができる。働いてもらえるってことだけどね。で、そうすると、その92年以降の、まあ、グローバル化、特に97年からバーツ危機、国際通貨危機があって以降、ものすごいグローバル化が進んだんですが、世界の貧困国はものすごく豊かになったんですね。なので、例えば絶対的貧困率って言われるものもものすごい改善した。だから、グローバル化っていうのは、いい面がすごくあるんだけど、でも先進国にとっては非常に大きな問題があって、従来の産業では戦えないわけ。新興国がどんどんそれを置き換えていっちゃうからね。なので、まず古い産業に固執しているとどんどん負けていく。これは日本ですよね。だから沈みかけた船の中の、まあ、座席争いしかできないのが日本人の劣等生だから、でそういう意味で産業構造改革ができなくてそうなってしまったという面がありますよね。で他方で産業構造改革に成功した国々、特にアメリカがすごい成功したし、中国がものすごい一番成功してるんだけど、そうすると上位 1% の人が富の半分を持つみたいな、そういう格差っていうのが広がって、でそれはそれで、国全体としての GDP はすごい上がってるんだけど、生産力も上がってるんだけど、国民全体が豊かになっているというふうには言えないという状況になるっていうのが、この20数年間の流れです。日本は、まあ、とにかく、産業構造改革できず、すべての新興産業において、まあ、日本は全くダメ。さらに古い産業に固執しているのに、結局生産性上がらないから、そういうやり方だと、結局企業がまあ、労働分配率を下げて内部留保を増やすということでね、古い産業に固執しているのに、貧乏な人がめちゃくちゃ増えて、
ね、にもかかわらず、日本はすげえ、中国や韓国のおかげでこんな風になったとかほざいてるやつがいっぱいいるので、ますます落ちていくってね。それが今の日本の状況で、あまりにも落ちていきすぎたので、なんとか日本は一人前だっていう気持ちをね、人々に与えることで、実際には政権の浮揚につなげようとか、あるいは検察によるですね、安倍さんですね、安倍元首相、その他に対する、起訴とかですね、逮捕・起訴を避けようというね、その検診の2度目の動きが、いつあるかということであるとか、ね、あるいは検察自身が、例の、1億5000万の広島でのお金の行方にすごい興味を持って、めちゃめちゃ調べていてね。河合議員。そうです、河合案里夫妻ですよね。ということもあって、なんとかですね、オリンピックを政治的日程から外したくない、外すとですね、検察が動くかもしれないっていう、まず恐怖心が非常に強くありますよね。で、あともう一つ問題は、オリンピックがないと、早めに、いわゆる政治、自民党の中の、要するに政治日程化っていうことですよね。いつ解散が起こるのかってことになって、そうすると、オリンピックができない状態で解散してしまえば、当然50議席以上自民党が議席を失うから、そうすると責任を取って菅は辞めざるを得ないということになる。それやっぱり菅は嫌ですよね。呼びつける。ということで。でも、なんかこの時点でオリンピックやるっていう本当妄想だよね。方がリスク大きくなってますよね。そうなんです。しかし、それは国民にとってのね、リスクであって、政権中枢、あるいは官邸官僚たちにとっては、国民のリスクじゃなくて、とりあえず政権のリスク、その政局化を避けるということを念頭に置かざるを得ない。もちろん国民のリスクが顕在化すれば、ね、当然政権は終わるんですけれども、どの道終わるのであれば、最後の書きをしたいっていうのが、ある種のかっこつきだけど合理的な判断ということでしょうね。じゃあもうそういうのに夢中になっちゃうと、医療関係の人のプロとかは全くもう見ないふり。そうですね。しかし日本は民主主義なので、そういう与党を支持してきている国民の責任ですよね。国民の方だって。どっちに転んでもやってもやらなくてもあれですよね。選挙のあれにはあまりうまく俺はつながらないような気はするんだけど、だけどもそれでも支持しているっていう基盤みたいなものがありますよね。それはオリンピックをめぐる権益があるからですよね。それは新聞社を含めたスポンサー企業であったりとか、あるいは広告代理店とその周辺であったりとか、オリンピックステークホルダーがたくさんいて、でそうすると、日本ではね、かつて戦争の時にあったことだけれども、個人としてはいかがなものかなと思うけど、とても言い出せる空気じゃないっていうことになるわけですよ。あの時から変わってない。何一つ変わってない。バンバン言ってんですよね。でそれが日本人の劣等生です。だから戦争がね、なんか勝ちそうだみたいな、あるいは経済成長がどんどん進みそうだみたいな明るい前提があるときにはね、打って一丸となれるので、日本人の劣等生が表に出ないんです。でも戦争がもう負けそうになってきたとか、経済がもう負けそうになってきた、負けてるんだけども、さて新しい方向をどう模索するかっていうときに、共通の前提がないんですよ。それで権益が分断されちゃっているのでね。その時には、丸山正夫さんがおっしゃったようなね、陸軍と海軍の権益争いみたいな、ネジの規格一つさえ揃えることができないみたいなね、そういう馬鹿げたこと、あるいは戦死者のうちの9割が餓死と、マラリアで死んでいるのに、インパール作戦が強行されたりとか、レイデ戦が行われたりするってことが、それはそれで日本の劣等生なんですね。だから日本人の劣等生は、ある状況の下では日本の劣等生としては現れないんだけれども、要するにダウントレンド状態になっているときには、日本人の劣等生は直ちに日本の劣等生となって現れるっていうのが、かつての歴史で繰り返されたことなんですよね。どこの国も一緒です、それは。何でしたっけ？ダウントレンドですよね。ダウントレンドで生まれるのが、やっぱりそれもありますけれども、その
自粛警察とか攻撃する人。そうです。さすが壇蜜さんですね。ダウントレンドになるとね、国民の多くはまず劣等感に駆られる。それを埋め合わせたい。あともう一つ不安になる。特に大企業ではない中小、あるいは自営業者の人たちは不安になる。そうするとその不安を生み出せたい。そうすると日本はすげえみたいな材料を、見たいところだけを見て取り出してきて、ギャーコラ騒ぐっていうね、そういう形になる。あるいはその、法を破る人間っていうか、例えば他人の不倫、そんなのお目に関係ないだろうみたいな問題に、例えば3、40年前の日本人だったらありえないことだけど、関係ないのに激高するっていうね、そうですね。お前は自分のことだけ考えてりゃいいんだよ、バーカって話です。そういう意味で言うとね。なんか攻撃性は確かに高まってると思います。それはお前らが攻撃するんでしょ。ここに来て分科会の尾身会長が、提言なりいろんなことで、今までのやり方をもうちょっと分科会の立場を明確にしていこうとしていますよね。それには政府はどういうふうに向き合おうとしているんですか。政府はもうだってご存知のように、公認分科会会長の個人的な見解、あるいは個人的な意図の意を表明しているだけだ。夏休みじゃないですか。だからそれが日本のやり方だよね。要するに利用できるだけ利用して、利用できなくなったら、日本の理屈に打ち出して、こいつはダメなやつだっていうふうに言い出す。これも日本人の劣等生そのものだよね。そうじゃないでしょ、ここは。そうだからね、結構一緒に体験もやっていたし、なんかこうお互いに共存し合ってるところもあったのかなっていう。いや、そうですよ。だから PCR を増やすっていうことに、むしろ積極的になかったのも会長だからね。そういう意味では、いろんな責任があるんだけど、そういうことを批判されてきたってことも多分あって、分かりやすく言うとですね、アリバイを作っているという面もあるんですよね。私は言うべきことはちゃんと言ったと。そのことによって、自分の名誉が過剰に破壊されるということを避けたんだっていうふうに考えることもできますよね。もしこれでオリンピックを開催して犯人が起こった時としたら、その時分科会としてはちゃんと提言したはずだっていう。悪いのは菅だというふうに言えるわけですよね。そういう状態を作り出したということでしょうね。この状況の中で政府はこのバブルっていうんですか、枠を作って、外国から来た記者なんかにはGPS かなんかを持たせて、ホテルとの会場との行き来があんまりさせないみたいないうバブルの中でいろんなことをやろうとしているんですけど、本当になんかバブルの中だけでできるんですか。こいつあれか、若い人たちがね、緊急事態宣言で外出できないとか、あと大学がリモート授業だけになってね、サークル活動も生協での会食も夜遅くまで大学でいろんなだべったりするってこともできなくなったっていう結果、めちゃめちゃ自殺率が出てるんですよね。若い方統計的には自殺率がものすごい増えたということと、少子化がめちゃくちゃですね、出生率がめちゃくちゃ下がる。自殺率はセックスしないからね。で、あるいは出会いがないからね。そういう意味で、実はその、緊急事態宣言を含めてね、人をそのバブルの中に囲い込むっていうやり方によって人々はすごく世界観が暗くなってストレスフルになるんですよ。ストレス状態、ストレスが過剰な状態になるんですね。そうするとオリンピックの海外からの例えば記者もそうでしょ、選手もそうでしょ。でそうすると彼らがオリンピックの最中やオリンピックの事後に、新東京オリンピックがどうだったかっていうことを報告するときに、それはいいことは言わないよ。いや、ひでえオリンピックだったよっていうふうに言う割合が当然増えるわけだよね。だから、大竹さんもさっき触れられたように、これが国威発揚になるかどうかっていうのは、パンデミックの起きる起きないに関係なくね、そのバブルの中に人が囲い込むっていうことだけによっても、そのことを考えるだけでもね、実はそんなにうまくいかない、盛り上がらない、そういう可能性がめちゃめちゃ高いですよね。悪評のパンデミックが起きそうですね。一番最初にね、
オリンピック招致した時に誰かタレントさんの人がおもてなしみたいなこと言ってたよね。言ってたよ。もうこれおもてなしも何にもないオリンピックですよね。そういうことですね。お祭りというのはおもてなしなしだよね。旅館でも行って楽しめないし、日本を楽しむわけでもないし、平和の祭典でもないオリンピックがドーンと行われるっていうことになっちゃいますね。そうですね。で、特に若い人はテレビ見ない、新聞は全く読まない、インターネットに触れることが多い。で、インターネットではマスコミとは違ってね、そのオリンピックをディスる、あるいはこんなひどい状況がオリンピックの裏側に広がっているという情報に触れまくるんでね、その官邸官僚が言ってるようなオリンピックが開いてしまえばそれ自体がもう成功なんだっていうね、その単細胞な考え方は多分通用しない。だって状況が違うじゃないですか、今までのオリンピックとね。確かにそのオリンピックで起きたその世界各国での珍プレーみたいなのはメディアで取り沙汰されて、私たちもそれをちょっとなんかこんなことあったんだと、こんなハプニング起きるんだってちょっと楽しみにしてた部分は正直ありましたけど、今状況がちょっとそうですね、変わってきちゃった。まだねオリンピックまで少し時間があるので、2ヶ月弱あるでしょ。でその間、要するに感染症がどうなるのかっていうことが読めないから、実際ギリギリのところでどうなるかわからないし、その G7 の直前の段階でどうなのかっていうことをね、各国の判断に大きな影響を与える。そうすると主要な国が選手団を派遣しない可能性も競技によってはありえますよね。そうすると、ある意味で日本にとってラッキーみたいなね、日本メダルラッシュ、それは敵がいねえだろう当たり前だろうみたいな、その空騒ぎが起こる可能性もそれはそれである。メダルラッシュメダルラッシュの意味が敵がいないんだもん。日本に来るのも遅らしてて、地方の合宿みたいなのが全部ほとんど取りやめが多くなってるわけだから、来て3日部屋で過ごしてオリンピックだみたいな状態の選手も出てきちゃう。そうですね。出るのかなってそのいや、記録っていう意味ではもう本当に壊滅的でしょうね。なんかホテルとその練習場を往復してるね、ソフトボールの選手いましたよね、世界今。オーストラリアね、あれもあれだよね。もうずいぶん前に来てんだよね。6月の1日、もうちょっと前に来て、これで7月の17日までずっとそれ繰り返して、その後オリンピックになるんだよね。どうなんだろうねっていう。なので実はね、そのコロナ前から潜在的に話題になっていたね、オリンピックも今後続けるのか、あるいは今の形で続けて意味があるのっていう問題がやっぱりこれを機に浮上すると思うんですね、各国でね。皆さんご存知のようにIOC はオリンピックだけで収益をね、いろんなマイナースポーツを含めて配分するってことでスポーツ振興に役立てているって面もあるんだけれど、オリンピックにね依存しないと継続できないスポーツ振興って僕は意味がないと思うんですよね。そうではなくて実際に今までもそうだけどね、滑り物っていうかそのサーフィン、あるいは昔だったらスノボー、そうしたものはやっぱり小さなスポンサーがね、それはプロショップを中心とするスポンサーがお金を出して、小さな競技を開いてきて、でそれでね頑張ってきたっていうことがあるでしょ。でそういうやり方で十分であって、なんか IOC から金もらわないと意味がないっていうふうなシステム依存のスポーツってこれからはやっぱりディスられていくっていうふうになると思いますね。ディスられていくじゃない。これ、もうでも開催するんですよね。いや、それがわからない。まだわからない。最後まで。それでも周りがかなり固まって。私走っちゃった。走っちゃいました。でもそれはいいんです。結局政治的な決断がなされていないんだから、オリンピックをやるっていう前提のもとで一応ベストを尽くしておこうっていうふうな考え方は当然ではあります。もしこれやめるって言ったりするのは、誰に力があって、東京都ですか、菅さんですか、IOCで誰がこれを決定できるんですか。誰も決定できる。誰でも決定できる。バッハも決定できるし、東京都もできる。東京都もできるし。ゆり子さんも。で、あともう一つやっぱり、首相っていうか、首相、例えば他の国やったら大統領が、
もはやこれやめるべきだっていうふうに言ったら、基本国内外の世論が大きく変わりますよね。なので事実上できなくなるってことになりますよね。何が事実上だよ。どうせならね、適当に言うなとかじゃなくてね、首相に言ってほしいよね。IOC に言われてやめましたら、じゃあシャレになんないっていうか、なんか言われてやめましたより言ってやめましたの方がまだそれだったらな、笑っちゃいけないんですよ。そうなっちゃうんですよ。これ交換の噂だけれど、G7 にぼったくり男爵バッハを呼んで、そろそろいい加減にしたらどうだっていうふうに各国の首脳が諭すという噂もありますよね。あ、そうなんですか。バッハさん呼び出されちゃうんですか。だってたかが NPO の代表に過ぎないんで、スイスの NPO のね。でも日本側はこれも噂ですけど、その G7 にいろんなお土産を持って総理が行くっていうふうな話もありますよね。なんかそういうの持っていかないと格好がつけないじゃないですか。そうしないとなんかオリンピックを開く形みたいなのをなんとか納得してよみたいな。当たり前ですよ。日本の味方してほしいんだから。いやちょっとお土産と呼び出しがちょっと気になりますが、でも僕はね、皆さんこれを楽しんでほしいんですよ。面白いでしょ。こうした異常でしっちゃかめっちゃかな。面白い人がたくさんいる。異常だよ。僕は面白くてしょうがない。死活問題の人もそれを楽しんだ。出てしまったし、そして宮台先生が連載されているおよそ10年分の映画企業をまとめた一冊「崩壊を加速せよ社会が沈んで世界が浮上する」が2970円で発売中です。こちらは映画を通じて宮台先生が語る意味が含まれているそうですが、ご説明をお願いします。ときもよで、実は世の中の敏感な表現者たちがね、例えば僕らの文明社会がどういう方向に向かうのかっていうことについての、一定の予測に基づいた表現をたくさんしているんですよね。で、例えばね、なんで僕たちの社会がダメなのか、斉藤浩平さんのように資本主義だからダメだと。で、これはマルクスの考え方ですよね。そうじゃなくて、近代だからダメだ。つまり、行政官僚制を中心とするシステムを使うから、基本人間が空っぽのクズになるからダメなんだ。これ、マックス・ウェーバーという人の考えですよね。しかし、今、学問の中でメインストリームなのはもっと、深刻な問題で、3000年ぐらい前からですね、始まった文明、つまり大規模定住社会そのものが、つまりそれ自体がそもそも不可能なんだという考え方ですよね。だから例えばね、国民国家って何千万とかアメリカのように3億の人間が知らない者同士でアメリカ国民は仲間だっていうふうに思わなきゃいけないでしょ。で、人間にはそれはできないんです。で、それはダンバランスナンバーっていうね、進化心理学の数があって、人間は要するに150人以上を仲間だと思うことができない。以上仲間だと思うことができない。で、それを無理に仲間と、つまり国民は仲間だっていうふうに思わせようとするとね、フィクションを信じさせる必要があるんです。そのフィクションというのは国民的な、例えば戦争による悲劇の共有だったりするんだけど、ね、しかし悲劇の共有、つまりこれ記録の共有だから、どのみち風化していくんですよね。でそうすると、アメリカ人は仲間だって思う人はいなくなっていて、でもうほとんどいない。だから金持ちがアメリカ人のためにお金を使わないわけですよね。だからそれはビル・ゲイツ財団、彼のビル・ゲイツの考え方だと、アメリカ人の自堕落な人間たちに金を使うよりもね、世界中の困った人間たちのために自分の有り金を全部使う。で、そういう構えに対して、世界一の投資家であるウォーレン・バフェットっていう人がね、自分の財産の9割以上を寄贈しましたよね。それもそうで、昔だったらね、戦争直後ってすごく金持ちの累進課税率って高いんですよ。それはやっぱり戦争によってね、国民は仲間だって思えたから、仲間のために俺の金の9割が税金で取られても構わないって思った。日本人もそうだったんですね。でも戦争が終わって時間が経つと、アメリカ人仲間、日本人仲間、誰のことだよっていうことになるわけですよ。150人単位にまた戻っちゃう。そうですね。法人税もっと思想としてはアナキズム、無政府主義がどんどんリアルになっていくし、やっぱり仲間を大切にしてなんとか生きていきましょう。それができないやつは死んじゃうんだよねっていうふうに
なっていきます。これからどんどんなっていくね。50人の村でみんな動いてた方がいいのかもしれない。じゃなければ新しい政府を作るかどっちかだね。そうですね。もう作れないね。そろそろお時間来てしまいました。今日はありがとうございました。本日のゲスト、社会学者宮台真司先生でした。ありがとうございます。ありがとうございました。キモいこいつ、本当に。社会の害悪だわ。支持する人少ないけど。本当にキモいなこいつ。中止はしないよ。東京オリンピックはやりますよ、観客入れて。で、俺らも見に行きます。イエーイという話だよ。久々に顔ぶし。イギリスはもうすでに公式見解としても武漢のウイルス実験室から漏れたっていうことが前提に今なりつつあるんですが、その中で急先鋒っていうか相当発言しているのが元 MI6 の局長のリチャード・ギアローさんって方かな。一部の科学雑誌、これはネイチャーとかネイチャーメディシンを指すんですが、中国の視点と異なるものは絶対に拒否されていたというね、ということまで暴露している。ですからもう人口だとかこの人に見た人たちがこれはこうであると人口じゃなきゃいけないしっていうことを相当詳しく言った論文を送ってるそうなんですが、全部弾かれて中国に行こうと違うものが全部否定をされているってことを暴露してるんですよね。それでおそらくそれが中国の意向なのか、もしかしたらファウチさんたちっていうかそこの武漢ウイルス研究所に関わっていたアメリカの一部分の勢力というか人たちの両方の意向だった可能性あるわけですよね。でいずれにせよだから今はもう一度徹底的に調べ直すべきだっていうふうに研究者たちがやっぱり文章とか送ってるんですよね。ネイチャーとかサイエンスとかそういう雑誌に。だからこれは本当にすごいチャイナゲートっていうことにもなるし、もう第二次世界大戦の次の新しいやっぱり戦争の形ですが今世界で起きてることなんだってことがやっぱり言われているという状況ですよね。これは憶測でしか言えないことかもしれないですけども、これ人工ウイルスっていうのはほぼほぼこれから固まりつつある。はい。それは意図的に流出させた、それはさすがに漏洩ですかね。そうだからそこからなんですよね。やっぱりその研究員が感染しちゃったことによってそれがものすごいスーパースプレーターになってそこからバッといった可能性なんですよね。結局病院に行ったわけですから。で私が見た限りはだから去年12月あたりにもうパニックのような状態になっている武漢の病院があって3分の1ぐらいがもうかかってひどい状況だ。で私はその時に相当生物兵器の中で相当強いものを誰かが見たんじゃないかってやっぱり思ってそういうことを本に書いてるわけですが、だからそれがアメリカがこの1ヶ月ぐらい前に発表した人たち、要するに2019年の秋の段階で体調不良でひどい状況だった人がいるということがもう分かっていると。だからその人たちがその感染ゼロ号っていうかなだった可能性
いうのはやっぱりあると言えると思うんですよね。でも実際にこのコロナがばらまかれることによって、得してる人っていますよ。ワクチン打ってる人、打ってる人じゃなくて、売ってる人、売ってる政府会社は得してると思います。ビジネスで得する人もいれば、ではもちろん中国は、コロナがなかったら、トランプ政権絶対再選してたわけじゃないですか。なので、そういう政治的な勢力もいますし、なんでそういう人たちを見ていると、0% じゃないかと。そうだから私も漏れたか漏らしたかっていうのが本当にだから永遠に分からないっていうかね、嘘のところで感じることがあるかもしれないしね、分からないと思うけど、やっぱり意図的に何かした可能性っていうのがあると思うし、最初はたまたまハプニングで人から人へになったかもしれないけど、少なくとも去年の秋にそれだけのね研究所の患者が出たんだとすれば、習近平が隠蔽していた時期はすごく長くなるじゃないですか。でそれに対する罪っていうのは結果的に世界が習近平を責めるところになると思うんですよね。でだって習近平は少なくとも人から人に感染するって言ったのは2020年1月20日だったわけですよね。で、それで12月1日ぐらいから患者1号だみたいな話が、去年段階出ていたけど、いやもっと前だと私の本にも書いたんですけど、一昨年2019年の秋の段階で病院の周りをGoogle Earthで見て車の数が 1.6 倍とかになっていって、そしてそのバイトでの検索がもう下痢咳みたいになってコロナの症状だったと。だからその時点でもうすでに何かがあったということをボストン大学の教授とか研究者たちが発表してたわけですよね。そういったいろんな状況証拠から考えても絶対的におかしなことがあったわけだけど、習近平が隠してきた、だからこの隠してきたっていうことはもう事実と認定されると思うんですよね。とすると、習近平であり中国の責任をというのは、今回の G7 でその話が出るかどうか別としても、裏とか分科会とかではもうそこにそれは絶対あると考えられるわけです。だって去年からだって賠償請求するっていうのをもう早くから言ってる国はいっぱいあるわけですよ。で、日本はそういうところにあまり加担しないわけですが、でも基本的に言えることは隠していたという事実はおそらく証明されると思う。11日から開催される G7 でも、表には出てこないかもしれないですけど、何らかの話し合いが多分行われるでしょうね。で、その中で、日本っていうのが、もしかしたら穴になるんじゃないかなと思ってるんですけど、その今のいろんなメディアに中国と、中国と、アメリカ、バイデン政権、アメリカの中にもたくさんいろんな人たちがいます。その中で日本って全く、なんていうんですかね、蚊帳の外、もちろん蚊帳の外なんですけども、例えば日本の報道とか見ても、アメリカの人が CNN とか FOX とか報じてるじゃないですか、その証言。なんですけど、有感保持とか見るとかでしか使われないじゃないですか。そんなん日本の地上波テレビで扱うのありえない。ありえないですよね。それだけじゃなくて、さらに最近武漢とか中国って言わずに、従来株とか言ってるじゃないですか。イギリス株、インド株、南アフリカ株って言ってるのになぜか従来株って、そういうありさまなんで、日本が穴になっちゃわないのかなと思っちゃうんですよ。そう、やっぱりね、32年前になるけど、天安門事件の後と一緒で、天安門事件の後にちょうど G7 があって、フランスが開催地だったんですよね。それでやっぱり中国に強い制裁を加えると言ったのに、当時、日本市場だったんですけど、皆さんもすごく見たい中国は刺激的なことをしてはいけないって、日本だけがもう反対したんですよね。それで結果的にだから G7 の中で日本だけが浮いちゃったんですよ。だから今回もそうなる可能性があるというか、日本だけは中国に刺激を与えてはいけないっていうね。もしでもそういう風だとしたら、逆に言えば G7 のっていうか、それ以外にもオーストラリアとかインドとかいろんなところが今回南アフリカも参加するから、日本は本当に捨てられますよ、国として。本当だからそこら辺はね、菅さんが国際協調というかね、どういうふうな対応するか、菅さんがというよりも、ペーパーがね、きっと
官僚が作るペーパーっていうのは刺激が少なすぎるから、それが逆にこういう、他の国をイライラさせる可能性はあると。ただその上でヨーロッパは日本はほとんど新聞でも報じないんですけど、中国に対して不退転の決意なんですよね。要するに中国が今までやってきた中国との関係をもう継続することはしないってことが欧州連合は27の国で決めることなので、もう決めたわけです。要するに中国が土足で入り込んできて、でいい技術をパックンジョと買ってしまうと。で軍拡をしていると。でもうそのスタイルのお付き合いはしませんよって結論がまるってあるわけです。だからそこで言うとまず欧州連合の中枢であるドイツとフランスが G7 に入っていて、あとブレグジットした非常にこわもてに変わりつつあるイギリスが欧州連合の代表としていて、でゲストでオーストラリアも来るしとか、インドも来るしとか、南アフリカも来るしってなると、やっぱり日本はそういった、開発というか、流れが本当に中国に対しての流れが変わってるってことを認めざるを得ないとは思います。ある意味楽しみではありますね。いろんな情報がこれから暴露された。そうですね。それでやっぱり中国にとって有利なものはなく、非常に中国が追い込まれていくということと、やはりファウチさんは非常になんていうんですか、今まで7代ぐらいの大統領というか、非常に長くね、その地位について伝えてきてるわけですよね。でも今回ばかりはちょっと相当もうダメというか、そのメールが出てしまったところで、ファウチさんもあなたたち要するにジャーナリストたちがやってる解釈は間違っているというようなことを言ってるんですが、それはなぜかというと、やっぱりさっき山根さんが言った通りで、なんかどっかを抜いて書いてるから解釈を考えて出したら、だからそれは間違ってる二重工場で言ってるわけですけど、たくさんのメールの中を読んでいけば、やっぱりなんで中国とこんなに親しいんだとか、なんでいろんな学者たちが天然じゃなくて人工だぞっていうことでファウチさんに進言してるのに、それを公に言わなかったのかとか、いろいろやっぱり疑問が出てくるじゃないですか。だから結果的に、ファウチさんは非常に窮地に追い込まれると思います。ということで、いろんな情報がこれからされることを期待して、どういうのがされるでしょうが。されると思います、劇的に。そうですね。やっぱり世界の攻め方っていうのは、ちょっとずつ出して、その後わーって一気にスクープのようにわーっと出して、すべてのメディアを出していくということになると思うんですよね。ただもちろん FOX と CNN はトーンが違うと思うんですが、もう陰謀論と言わせないというか、やっぱりその天然だと言っていた人たちが陰謀論者であるってことはもうすでにアメリカでは出ているし、イギリスなどの学者研究者の方でそれが普通になっているわけですよね。最近公的なものを中国がしていたと仮定しているし、あと武漢のウイルス研究所から出たんであろうということをもう否定がファウチももうしてないわけですよね。だからまだ断定という言葉ではないんですが、さらなるすごい衝撃的なものが出る可能性は本当にこの数日か1週間とかであるかもしれないと思っています。今準備しているウィルの事後でも、そのあたりの内容。そうですね、ギリギリまで入れたいというふうに思っています。他のメディアが全く報じないんでね、だから見るという感じが受けるんですよね。だから私の本もそうですね、もちろん全く1年前の本と感じさせない、まさにそうなんです。その通りの予言の書になってますか。そうです。そして私は基本的にはとにかく、角度の高い情報を集めて、そしてやっぱりパズルのように組み合わせていて、これは本当であろうということとかを書いていってるんですよね。ですからようやく出てきたかということだと思うし、きっとだから私もなぜ去年出なかったのかって質問をすでにされてるんですけど、トランプ政権の間に処理されたくなかったんだと思うんです。本当にそうするとアメリカ本当に中枢の人が一網打尽にやられてしまうから。だから今バイデン政権になって自分たちの都合のいいようにストーリーを90日間で考えられないように、やはりアメリカの軍で愛国者たちはまだ情報をすごい情報を持ってる可能性あると思います。だからちょっと楽しみにワクワクしてます。ということで、事後の見るをお楽
様でした。ということで、では皆さん、おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。じゃあ、おやすみなさい。